皆さんこんにちは。アルスエレクトニカフューチャーラボの小川です。ようこそアルスエレクトニカへ。アルスエレクトニカはリンツ市の公共文化機関です。未来を市民にをスローガンに文化のインフラとして活動しています。アルスエレクトニカの歴史を少しお話ししましょう。1979年フェスティバル、それが最初のオリジンです。アート、テクノロジー、社会、それを横断的に議論する場としてのフェスティバルから始まりました。そして1987年プリ・アルスエレクトニカ国際的なコンペティションの創出。1996年未来をスケッチし創作するラボアトリエであるフューチャーラボ、そして今ここにいる未来に出会える未来の美術館、未来の学校としても今知られているアルスエレクトニカセンターが生まれ、地域のそして世界の文化インフラとして活動を広げています。今日は、皆さんをこのアルスエレクトニカの活動のコアであるアートシンキングを学べるショートツアーにお連れいたします。まず最初に皆さんご紹介したいのはこちらの作品です。ちょっと見てみましょう。何が見えてきますか？最初に皆さんとディスカッションしたいのはアートは問いを生み出すということです。この作品はクラウドフェイスという作品です。よく見ると何かこの、雲のところに見えてきませんか？そうです。よく見ると顔が見えてくるんですね。ちっちゃい頃よく空を見た時にクジラであったりとかいろいろおとぎ話の、話と混ぜてその架空の世界を空に投影してみたりしたことあると思うんですが、このアーティストは何をしたかというと、皆さんが知っている顔認証のカメラを空に向けて撮影し続けたんです。つまりここにプリントされている顔のような雲は AI アルゴリズムが、ある意味誤認識して顔として認識したものをプリントしているんですね。ここで改めてアートは問いを生み出す。これ自身は何も新たな解決はしてません。つまりアートはこの世の中において今さまざまな場所にある監視カメラであったり、そういった AI アルゴリズムについて問いを投げかけるわけです。人を認識する AI アルゴリズム、これがどのように設計されているのか、その裏にある今の現状を言うと、例えばそのデータセットが白人男性が多いとか、つまりいろいろな多様性を考慮した AI アルゴリズム設計がされてなかったりするのが現状です。どうやってテクノロジーを人間に近づけるか、そしてそこに倫理や尊厳、そういったものを考慮してヒューマナイジングしていくのか、そういった問いがここに込められているわけです。このように我々アルスエレクトニカはメディアアートを扱っています。メディアアートは未来の技術やイノベーションへの問いを生み出します。メディアアートは最先端の技術とそれが社会に与える影響について考えさせる、ある意味とても良い先行事例、未来の先行事例と言います。アートシンキングで養うこと、一つ目はクリティカルシンキングという視点です。より良い社会を探求するための批評眼、それをクリティカルシンキングだとしたら、今からお見せする What a Ghost Dreams of、 これ実は僕が作った作品なんですけれども、ゴーストはどんな夢を見るかという作品を紹介して議論を深めたいと思っています。現代のゴーストって何が想像できますか？いろいろな AI であったりとかロボットであったりとか目に見えないものに対して人は何か恐れであったりとかそういったものを感じてきたわけです。この作品はですね、このデジタル時代のゴーストに着目します。来訪者が、我々がこう入ってくるとここに見て取れるようにあの目がですね開いて、でその皆さんの顔を取得して、皆さんの顔から
世の中に存在しない顔を AI が構想し、それを作っていく、そんな作品になっています。それでは行ってみましょう。先ほど紹介したように監視カメラというものは今世界中についています。その監視カメラの裏にはどんな世界があるでしょうか。今、来場者が来ましたね。我々が例えば今のコロナの状況だとしても今顔が認識されていると思いますが、実はこの AI アルゴリズムは、人としてこのようなマスクをしていても認識しています。でこれが実はその監視カメラの裏にあるかもしれない一つの風景です。その、情報というものはどういうふうに利用されているでしょうか。それでは行ってみましょう。今ここから見えてくるものは先ほどのビジターから取得された顔情報をもとに AI が、世の中に想像し得ない顔を、GAN システムというスタイル GAN という生成ネットワークの仕組みを用いて、構想しています。で、従来ですと AI はさまざまな分析であったりとかそういったものに使われてたとは思うんですけども、ここで今出てきますかね、見て取れるようにAI の今の最新の技術のすごくユニークなポイントは、人間が考えられないものを構想して考えているかのように出力することができるんですね。つまり何かというと、今存在しないデザインであったりとか、今のここの例でいうと顔ですけれども、車であったりとかパッケージであったりとか、人間だけしかできないと思われていたそういった創作行為っていうものが AI ができてしまうわけです。改めて、この作品のタイトルの話をしましょう。What a Ghost Dreams of。タイトルが言うように、つまり AI はどんな夢を見るのか。そういう意味で言うと、私たちはある問いに、結びつけることができるかなと思います。それは何かというとですね、私たち人間は一方でどんな夢を見たいのか。このような形でアーティストが持つ批評的な視点、そのクリティカルシンキングっていうものを、こういった体験を通して学ぶことができます。じゃあ次に行ってみましょう。こちらはですね、2つ目のポイント。アートシンキングで養うこと、2つ目はタンジブルフューチャーです。それはどういうことかというと、今まで話してきた批評眼を養うっていうことを何らかしらの形でアーティストが必ず具現化しているんですね。でその具現化する行為、表現化する行為のことをタンジブルフューチャーと、つまり手に触れるフューチャー、未来を作ろうということが2つ目のポイントです。この大きな展示はですね、ミラージ&ミラクルズという展覧会としてアーティストはアドリアン・ M とクレア・ベイによる作品集になっています。それでは見てみましょう。この展示ではですね、テクノロジーだけではなく体験に焦点を当てた拡張現実の展示になっています。ミラージ&ミラクルは仮想的な3次元の世界にすごくポエティックな方法で没入することができる作品シリーズになっています。このドローイング、ホログラフィックなイリュージョン、バーチャルリアリティのセットが、この重要な、要素になっているんですけれども、一見我々の身の回りにある命のない動かない無機質なものに私たち人間というものはいろいろな思いを馳せるわけですよね。で、ここで扱っているのは石になりますが、石はとてもシンプルで重く動かない、そんなものですけれども、その裏にある隠された世界、その石やいろんなものに、命が引き込まれた隠れた世界が見えてくるわけです。今、この時代の中でAR であったりとか
新しい、そういった技術っていうものがこのコロナの時代において、多く議論されるようになってきています。どうしても、その人の存在みたいなものを感じれなかったり、そしてそれから、今ある、テレワークの時代においては新しいワークスタイルも生まれています。ただ、それは今まであったものを更新するだけなのか、それとも新しいテレプレゼンスを生み出すのか、人間にとって何が一番快適なのか、ソーシャルディスタンスではなくソーシャルテレプレゼンスを設計するためには何が必要か、そして強いてはですね、インタラクションの設計から、何かレゾナンス、共鳴を設計するために、そしてそれに昇華するためには何が必要なのか、そんなことが体験できる展示になっています。はい、ここからはですね、アルスエレクトロニカラボスというコーナーになります。ここではですね、新しい最先端のマテリアル、ファブリケーション、バイオ、そういったものを混合して新たな未来をプロトタイプする、そしてそれをショーケース化する、そんな取り組みになっています。それでは見てみましょう。はい、アートシンキングで養えること3つ目はですね、オープンダイアログです。今まで批評眼を持つであったりとか、いろいろな未来を、形にするということがあったと思いますが、3つ目はそこからさらに開かれた対話につなげていくってことがポイントになってきます。こちらの作品はですね、改造されたパラダイス、ルースター、アナザーフォームというアーティストコレクティブが作った作品です。この作品ではですね、発酵シルクで作られた動物の彫刻シリーズになっていて、今見ていただいているようにオンドリですねが形になっています。発酵するクラゲやサンゴの遺伝子を使って遺伝子組み換えをした、蚕の繭から作られたシルク、彫刻の形は鶏であったりとか猫であったり、そのような形をしたシリーズになっているんですけども、人間との関係はもう数千年前からになるんですね。そういった家畜、身の回りにある、自然、生き物と人間がどう共存していくのか、そういった動物たちも今では遺伝子組み換えがされ始めています。この、プロジェクトで見て取れるものは、これから、テクノロジーとエコロジー、そういったものがどう関わり合いを持つのか。今、この COVID-19 の影響もあり、世界の状況、環境の中で人間の存在というものが改めて考えさせられています。今まではヒューマンセンタードデザインということが多く語られてきましたが、これからではある意味ヒューマンネイチャーバランスデザイン、どうやって人間が人とだけではなくてですね、自然であったりとかさまざまな生態系の中で、一緒に生きていくのか、そういったものがさまざまなサービスや製品の思想にも入ってくる必要があると考えています。ここで見られるように、アートは装飾ではなく、アートは未来への対話を生み出す力です。皆さん、アートシンキングツアー、すごい短いバージョンでしたがいかがでしたでしょうか。今からですね、このアルスエレクトロニカセンターと隣にあるアルスエレクトロニカフューチャーラボに最後にコンクリュージョンで皆さんをガイドしたいと思います。はい、今我々はフューチャーラボにいます。フューチャーラボは今まで見てきたアートシンキング、それをですね、具体的に形を与えて、未来のプロトタイプをいろんな人たちと対話にする、そういったことができる、
研究を進めるリサーチ&デベロップメントのデパートメントになっています。それではこちらのラボの一つのスタジオに行ってみましょう。我々アルセレクトインカフューチャーラボは、これからの未来のシステム、世界のためのラボラトリー、そしてアトリエです。アルセレクトインカフューチャーラボの歴史の中で1996年からさまざまな外部のパートナーであったり、行政機関と一緒にコラボレーションしてイノベーティブな研究成果を生み出してきました。そこにいつも一貫しているポイントは何かというと、アーティスティックなアプローチで形をそのもの自身を創作するということ、そしてそれを幅広く一般の社会に提示しフィードバックを得ること、それによりこれからの世界ですね、社会においてテクノロジーがどうあるべきかということの議論を促すことにミッションを置いています。ということでですね、我々の活動をご理解いただいたとは思うんですけれども、今まで説明してきたアートシンキングのおさらいをしたいと思っています。今こちらの画面に出ているように、アートとデザインというものにはそれぞれ役割があると思うんですね。デザインは、ある課題に対してそれに形を与えてクリエイティブな解決策を生み出していく、それを伸ばしていく力なのに対して、アート思考は世の中いろんな可能性、課題についてさまざまなアングルから見つめ直すという作業です。正しい、もしくは適切な問い、課題を設計することによってクリエイティブなデザインにつなげることができます。これを見たときに皆さんイメージされるかもしれませんが、アートはある意味一人一人のコンパスを作る、そんな力になると思いますし、デザインはそれに対して力を与える、形を与える作業になってくると思います。今日お話ししたポイントは3つあったと思います。アートシンキングで養えること、1つ目はクリティカルシンキング、そして2つ目はタンジブルフューチャー、3つ目はオープンダイアログということで話をしました。これはですね、一日で一気に学べることというよりは、時間をかけていろいろな作品を体験したり議論したり、そして自ら手を動かして何か取り組みを始めてみたり、そういったものの繰り返しによって生み出される新しいマインドセットと言えます。これを持つことによって我々一人一人責任のある個人としてこれからの社会に何ができるのか、そういったことを皆さんと一緒に考えながら世の中に貢献していきたいなと思っています。